この度の動画の内容はアルデバランです。ここら辺の機種からメイドインジャパンです。このリールは 135g しかありません。軽いというだけでルアーは投げやすく、個人的には優秀です。巻き心地も相当良くて、さらに上があるのかと思ってますが、続編でウォームシャフトにベアリング追加してみます。今回はそんな軽すぎるアルデバランを分解して、軽さの理由などを見ていきたいと思います。このスプールがやたら抜きにくいのですが、私のだけでしょうか。使ってても問題はないのですが、抜く時だけやたらと引っかかります。スプールは MGL なので軽いことは軽いですが、今時だと特別軽くなるような要因には思えません。ちなみに私が18を選んでいる理由はスプールです。最新の22に搭載されている FTB も気になりましたが、8ポンドが45メートルしか負けず、使えるシーンがかなり限られるのでやめました。対するこれは12ポンドでも65メートル負けますので、中途半端ですが、私は遠投が下手なため、これがバーサタイルと言えます。工具はいつものダイソーは使えません。メイドインジャパンのリールにはメイドインジャパンの工具にします。いい工具は全然使いやすさが違います。ハンドルノブのビスはネジロックがされているので若干力が必要です。とは言っても中強度程度だと思います。ベアリングはノブ1個に対して2個入ってます。片方の回り方が若干悪かったので、シムは少し薄くしてもいいかもしれません。ここのナットは 10mm のスパナで外せます。だいたいシマノは 10mm です。このナットに関してはスタードラグを再度入れて外します。カバーの取り付けビスは低等だったりバラバラです。どこに何がついていたか覚えておく必要があります。一部はネジロックされています。日本製のものから部分的にこだわりがある作りです。特に内部の状態は悪くありません。実は全然使ってなくて動作に問題なかったので、当然といえば当然です。ベアリングなど高速に回転する場所はさすがにオイルが黒くなってます。ローラークラッチが全然抜けません。かなりきつい圧入がされてます。一生懸命押しているんですけど、バラバラになりました。幸い簡単に戻すことができましたが、ここは無理に抜くことをお勧めしません。結局私は抜くのをやめてこのまま洗浄することにしました。ドライブギアがアルデバランは真鍮ではなくアルミです。かなり重量に影響を与えていると思います。真鍮の比重が 8.45 に対してアルミは 2.71 になるので、70% 近く計量されていることになります。ただアルミといっても超ジュラルミ以上だと思いますので、A6000 番台か7000番台でしょうか。ブラックバスなら強度は十分です。
ここのベアリングはグリスになってます。負荷がかかるので耐荷重性のためにグリスにしているのでしょうか。オイルにすれば巻き心地はさらに向上しそうですが、組み立ての際は私もグリスにしておきます。ちなみにこのビスは相当硬いです。ネジロックがされていると思われて無理して取る必要もないのでやめました。他にもネジロックされている部分はありますが、ここだけ強度が違うかもしれません。ここがベアリング変更可能なブッシュです。ベアリング追加したい場合はここまで分解する必要があります。レベルワインドの形状がちょっと特殊です。手前が非常に広くなってます。軽いルアーを投げるために必要な形状なのかもしれません。余談ですが、アルデバランは若干扱いが難しいです。私のキャスティングスキルも当然ありますが、用途が絞られて作られたリールは調整が結構必要な気がします。初めてベイトリール使う方にはあまりお勧めできないものです。ただうまく使えると 7g から 20g まで快適に投げられます。ピニオンギアが通るベアリングだけ外してクラッチ関係は動作に不具合もないので分解せずにこのまま洗浄します。この部品は何のためにあるのでしょうか。部品表ではワッシャーになってますが何も押さえてません。外せば若干は軽くなると思いますが何かよくわからないのでこのままにしておきます。反対のカバーの分解は少しだけにします。アルデバランのこのベアリングは非常に硬くて回しにくいのですが、組み立て後に少しでも改善できればいいなと思ってます。分解完了です。次回はベアリング追加しながら組み立てを行いますが、多分巻き心地の変化に気づかないと思います。